5分の1に入る生き方。第2章、5分の1に入るための初めの一歩。3、相対的欲望理論。自分の基準を上げると、困難を乗り越える力がつき、自己重要感が高まり、5分の1に入る人生を目指すことができます。逆に、欲望の基準を下げるとお金が貯まって幸福度も上がります。欲望をすべて満たそうとすると、お金などの制約から欲しいものをすべて手に入れることはできません。ですので、不満が高まり、他人がその欲しいものを持っているのを見て、羨ましいなぁと思ったり、自分はなんて不幸なのだと思ったりします。欲望の基準を下げれば、欲しいと思う欲望が少なくなるので、本当に欲しいと思うものにお金を使うことができて、手に入れられる可能性が高まります。では、どのようにすれば欲望の基準を下げることができるのでしょうか？まず、欲しいと思ったものの価値はいくらぐらいなのか考える癖をつけましょう。そして、その商品やサービスの値段と見比べます。自分が思った値段より高ければ、それを購入する価値が今はないと考え、これは今はいらないと思うようにしましょう。自分が思った値段より安ければ、次にそれが本当に今すぐ必要で欲しいものなのか考えます。みんなが持っているから欲しいと思う場合もありますが、みんなが持っているから欲しいと思うのではなく、本当にそれが欲しいかどうかを真剣に考えましょう。本当に必要で欲しいものでなければ、今は買ってはいけません。トマス・ J. スタンリー氏の隣の億万長者、成功を生む7つの法則によると、どのような人がお金持ちになるかについて次の7つを挙げています。1、収入よりはるかに低い支出で生活する。2、資産形成のために時間、エネルギー、お金を効率よく配分している。3、お金の心配をしないで済むことの方が、世間体を取り繕うよりもずっと大切だと考える。4、社会人となった後、親からの経済的な援助を受けていない。5、彼らの子供たちは経済的に自立している。6、ビジネスチャンスをつかむのが上手だ。7、彼らはぴったりの職業を選んでいる。彼らは普通の人とは違う行動をしています。資産と給料などの所得は異なることを理解して物を買って見せびらかすよりも将来値上がりしそうな資産を所有しようとするのです。お金持ちになるには幸運、遺産、高学歴、頭の良さが条件になるのではなく、自分を律する強い精神力を持つことが何よりも重要で、勤勉、我慢計画性などのライフスタイルによって資産を作っていきます。スタンリーは億万長者研究の結論として、一般的にはお金のある人は気前よくお金を使い、高級車や高価な服などの贅沢品を見せびらかしながら生活をしているように思われがちですが、全く逆で、贅沢品ではなく、実質的な価値を重視することが重要としているのです。みんなと同じものが欲しいと思うことは、みんなが死んだらあなたも死ぬのかという極端な質問まではいかないにしても、不要なものにお金を使いがちです。例えば、飲み会に参加した時に、みんながビールを注文しているという理由から、仮にあなたがビールがあまり好きでなかったとしたら、ビールを注文するのは良くないのです。実質的な価値を考えれば、もしトマトジュースがビールより好きであれば、健康的なことも考えて、トマトジュースをオーダーするべきなのです。また、喉が渇いたとき、自動販売機で 500ml のペットボトルのジュースを毎日買っていたとしましょう。空のペットボトルに浄水器でろ過した水を入れれば、1本150円だとすると、月に 150×30 イコール4500円。1年で 150×365 イコール54,750円節約できます。浄水器を購入するのに、高級なものであればこれくらいのお金は必要ですが、
浄水器を購入すれば、家族全員が安全な水を利用することができます。約5万円の浄水器は高いので買えないと思うかもしれませんが、節約したお金で十分に買うことができるのです。しかも、例えばペットボトルのジュースを買っていた場合、糖分が多く入っているので、普段から飲むものを水に変えれば、糖尿病になるリスクも軽減できます。浄水器は一度買ってしまえば、あとはフィルターを交換すれば故障するまで使用できますし、維持費用はあまりかかりません。浄水器は家族全員で利用できるので、全員が健康になれるのです。月末になると銀行の残高がほとんどなくなってしまう人がいます。そのような人に限って、ペットボトルのジュースやビールなどのアルコールを毎日のように飲んでいたり、タバコを吸ったり、間食としてお菓子やデザートを食べていたりしています。日々の支出はそんなに多くはないかもしれませんが、年間で考えれば大きな金額になるので、お金も減りますし、健康も害している人が多いような気がします。また、収入が増えれば増えるほど、支出が増える傾向があります。人は何も考えずにお金を使うと、大体収入と同じ金額を支出する傾向があります。だから、収入がいくら増えても、預金残高は増えない人が多いのです。ですから、収入を増やそうとすることは重要ですが、それだけではなく、支出をコントロールする必要があるのです。支出をコントロールするには、ここで書いてあるように、お金を使う場合、それにお金を使う価値があるか考えてからお金を払う癖をつけてください。周りの人が欲しいと思うものを、単純に欲しいと思わず、自分が本当に欲しいものを購入する癖をつけましょう。そうすれば、銀行預金の額は自然に増え、本当に欲しいものを購入でき、他人が持っていないものも購入できます。そして、満たされた気持ちになり、健康的になり、幸福度も上がるのです。質問1、あなたが毎日お金を使うものは何ですか？質問2、それは健康的なものでしょうか？浪費に値するものでしょうか？